ラフルタウン廿日市。この番組は日本一の移住の町から日本一の共生の町へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。はい、この番組はアジアの未来次世代の交流を支える亀のり財団の女性により放送しております。お相手はエイジアンの栗林と多言語相談員ハグマです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で56回目の放送となりました。この後前半16時30分までは廿日市国際交流協会のコーナーで、その後後半はエイジアのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。今回のスタジオゲストは一般社団法人グローカル人材ネットワークの尾本さんにお越しいただきます。軽く自己紹介の方。はい、どうもありがとうございます。一般社団法人代表をしてます尾本と申します。主としてですね、留学生を中心としたキャリア支援とか、2020年にはですね、企業ですね、留学生が会社作ってですね活躍できるフィールドをですね、演出してます尾本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。キャリアコーディネーターさんとしてですね、たくさんの外国人の、留学生を中心にサポートされてたということですね。そういえばですね、私たちも実はこのお二人ですね、パーソナリティ、栗林さんとハグマですが、外国人支援コーディネーターというですね、認定を、受けております。はい、ということでですね、まずはですね、このコーナーをお送りしたいと思います。廿日市国策の共栄、廿日市でに争しえしょ。はい、前半30分は国際交流協会よりお伝えいたします。2つのコーナーがあります。1つ目は外国人支援コーディネーターだよりですね、先ほど、ご紹介いたしました、外国人支援コーディネーターより多文化共生や在住外国人に関わる情報をお伝えします。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムから特集記事、イベント情報などをお伝えいたします。エンディングでは世界の音楽をお届けいたします。それではですね、まずはですね、いつものですね、多文化共生の曲を聴いてください。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いていくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、ムーティカルチュラリズム、多文化共生、ムーティカルチュラリズム、ララララララはい、ありがとうございます。新曲多文化共生ムルチカルチャリズム聴いていただきました。わかりました。実はですね、曲がですね変わったんですね。曲をちょっと歌詞はですね国の定義のままでですね多文化共生で曲を変えました。さらにですねスノーっていう音楽生成 AI なんですけど、結構バージョンアップ進化しましたのでバージョン 5.5 っていうのを使いまして、さらに曲が良くなりました。素晴らしい。もうね、だんだんねやばいですね。もうだんだんね曲がね、普通に聴いてもなんか聴けるようなね曲にね
なってくるというですね、はい、AI の進歩ではすごいと思います。はい、それではですね、外国人支援コーディネーター頼りコーナーということで新しくできました。で、この前ね、栗林さん先週ですね、外国人支援コーディネーターおよび他の専門家が集まってですね、廿日市でですね、勉強会を開きました。そうですね、第1回目をね開きましたね。すごかったですね、素晴らしいね。よく集まっていただきました、いろんな専門家がね。はい、で特に1回目でですね、で特にですね1回目のゲストがですね、東京のホーテラスのもうトップの室長、富田室長にオンラインで参加してもらいまして、すごかったですね。やっぱり今のね東京の現状とかですね、法律の在住資格とかですね、普段なかなか聞けないようなですね専門的なお話を、はい、あそこはねやっぱフレスクというかね、はい、四谷にありますからね、はい、いろんな外国人に対する多面的なね職場が一緒になってる、はい、だから大変情報がね有機的で、はい、素晴らしい。フレスクっていうのは皆さんフレスタは知ってるかもしれないですけどフレスクですね、外国人在留支援センターというですね、東京にあるですね外国人支援センターなんですけど、栗林さんもここ行かれたことが、3年ほど前にね行ってね、これは珍しいと施設ができたなと思って、まあそういうことでね行ったら一人女性が忙しそうにしとるんですよ。たった一人でね、どうしたのかなとちょっと声かけようと思ったらそれが富田所長でした。そうだったんですね。すごいですね。そういうまあ偶然のそしてね広島にぜひ来ていただきたいというようなことで。でしたね。でこの施設の中には私も実はね栗林さんのところに行ったんですけど、すごいですよね。8団体ぐらいいろんなところがあって、多機能をねみんな知らないと思います。はい、ホームページでですね、ちょっと今これ画像の方にYouTube で映してもらうんですけれど、例えばですね、在留管理局ですね、出入国在留管理局はもちろんですし、あと外務省のビザインフォメーションセンター、ホーテラスも入ってますし、あと就職支援ですね、高度人材、こちらね尾本さんともされてきた得意な分野だと思うんですけど、もうワンストップでいろんな相談ができるという、いやさすが東京ですね、レスクも。はい、で私が行った時も結構外国の方がですね、来られてまして、待たれてたっていうところなんですけど、その富田所長が来られるから、広島のホテラスの所長、そして弁護士さんもですね参加していただいたり、ね、そうですね、今回の勉強会でですね、素晴らしい出発になりましたですね。さまざまだですね、私も学ばさせてもらったんですけれど、東京だけではなくて、広島のホーテラスとかですね、外国人も日本人もですね、利用できるようなさまざまなですねサポートシステムがありますので、やはりこういう情報ってね知ってですね活用していきたいなと思いました。四谷ですね。四谷にありますよ。はい、東京あとですね、こちらホームページ、後で電話番号もありますのでちょっと言っておきましょうか。電話番号が 0570-011-000 が3つですね。こちらの方に電話してもらえれば、全国からでも問い合わせができるということでですね、はい、特に外国の方でですね何か困られていることとかですね、難しい相談とかございましたら、こちらの方ですね、フレスクですね、FRESC、はい、フレスクということで、覚えておいてもらえたらと思います。あともう一つですね、情報があります。アムダ国際医療情報センターからですね、2026年4月より今月から多言語電話医療相談が通話無料になりますということで、こちらの方ですね、情報が来ております。これ大きいですね。ですね。フリーダイヤル 0120-339-266、多言語医療相談、あと遠隔医療通訳とかもですね、言語によって日にちもあったりするんですけど、ホームページから確認してもらえたらといいです。やはり無料っていうのは今まで実はあったんですけれど、発信者負担だったので、なかなかね、ちょっとゆっくり時間かけて話すっていうのが難しかったのかなと思いますけれど、医療で多言語でね、電話でっていうのはね、素晴らしいじゃないですか。そうですね。優しい日本語とか英語とかはもう毎日月から金まで対応してくれるらしいですね。
はい、でもちろんこれは外国人だけじゃなくて医療関係者や支援窓口担当の方も問い合わせて、はい、相談してもらえたらということになります。これ岡山ですよね。岡山市には岡そう山でですねそうこういっアムダですねたことがですね、はい医療関係とか強いですよね。はい支援体制が。そうですねアムダさんですね緊急、援助とかですねそういう支援とかですねとかでも、活動を非常にされている岡山で有名なですね、はい、活動になります。その2つが情報でした。はい、それではですね、ニュースレター廿日市ブロッサム。はい、ということでここからはですね、廿日市国際交流協会の月刊誌ブロッサムからお伝えしたいと思います。こちらの方ですね、動画の方では、こちらですね、ブロッサムの表紙を見せております。こちらですね、ブロッサムはですね、各公民館センターに置いておりますので、ぜひ読んでみてもらえたらと思います。まずはですね、1番表紙から特集廿日市市市民センターフェスティバル開催いたしました。3月1日日曜日、市民活動センター全館を使ってフェスティバルが開催されました。廿日市国際交流協会は1階で飲食物品販売、2階でステージ展示を参加しましたということでですね、1階ではですね、姉妹都市マスタートンに行った高校生が経験をストーリーにしてクイズを出したりとかですね、あとは料理ではマッサマンカレー、水餃子、ベトナムぜんざいなど、本場の手作りの味をですね、楽しんでもらいました。あと2階ではですね、AR 砂場というのを使ったですね、防災学習、こちら広島工大さんがやりました。そしてLet's Try AED English ということで、防災士の方が AED を英語でですね、やるといいですね。はい。あとはセンターフェスティバルの2階の発表では、ベトナムデリカウィングさんのベトナムの、スタッフの方が日本の歌を歌ったりとかですね、あとフィリピンカルチャーダンスとか、あとですね、そんなさまざまな舞踊が披露されました。ということで栗林さんもエイジアンさんも出されてましたね。そうですね、はい、ステージでも話させてもらって、ブースでもね、まあやっぱりテレビにね広島テレビ、そして NHK のテレビでコネクトでね取り上げていただいたことが大きかったし、あれを動画で流したら、そしたらね感動してあげてね、お客も来てもらったんですよ。何を感動されたんか言ったら、やっぱりいろんな外国人が廿日市に結構おるんだなと。それがねただ助けてもらうだけじゃなしに、スタッフとしてね、やっておられるということがあった。それから中国、韓国、それからイランの人も出てきてですね、そしてミャンマーの専門学校生がずらっと並んできましたよね。映像をね映して見てもらって、で彼らが日本語に学びに来て、そしてそこでなんとかね資格も取りたいということでアルバイトがしたいというのをねしきりに言ってましたから、あれを取材してもらったんですね。やっぱり映像で残すっていうのは、今この放送もですね、動画に残してアーカイブ YouTube で上げてるんですけど、やっぱり動画で見てもらうっていう、外国人の方々の生活とかどういうねいいかと思いますね。そしてセンターフェスティバルでも外国の方々も来られて、うちのスタッフもおりまして、一緒にね料理を楽しんだりとかですね、しておりました。料理美味しかったですよ。ありがとうございます。はい。国長があるから。そうですね。はい、はい、それではですね、もう一つの、お知らせをしたいと思います。廿日市平和ツアー in 広島2026年開催。8月5日から8月9日、4泊5日で、こちらですね、現在ホストファミリーやボランティアを募集中ということで出ています。実はですね、廿日市はですね、ちょっと珍しいんですけど、平和ツアーというのをやっておりまして、日本の大学に留学中の外国人留学生を対象に、広島を知って平和への思いを自国に伝えてほしいとの思いで、廿日市国際交流協会が企画しているツアーで、今年で21回目を迎えます。
この機会に留学生の受け入れやボランティアなど国際交流に携わっていませんかというところで、これもですね多くのですねホームステイファミリーのボランティアだけではなくてですね、通訳ボランティア、学生さん、さまざまな人が関わっているということでですね、非常にですね、で私も実はですねこちらホストファミリー、去年一昨年受け入れたんですけど、やはり全国のね留学生さんね、これにもう応募者が多くて抽選で書類選考するというですね、そこにですね書類選考で広島をぜひ見てみたい、なぜなら私の国では平和は実情に大切だし、日本に留学して一度広島で来てホームステイして地元の人たちと交流しながら、あと被爆者の方からお話も体験も聞くんですけど、そういうことをしたいっていうことでですね、非常に来た留学生たちもですね、最後非常に感動してもう涙流しながら帰っていくっていうですね、長年私こういうのを経験してきてるんですけど、広島国際センターでもですね以前やってたんですけど、最近は広島市の方であんまり聞かなくて、廿日市の方でこれだけのことをやってるというのを今更ながらですねびっくりしてますね。なかなか特にホームステイのマッチングって、ホームステイってね結構ね家族ファミリーの方に負担がかかるから、あまり手を挙げられる方が最近どうなんでしょうかね。昔は何件か知ってるんですけどね。あとやりたくても結構年も取ってきてちょっとね大変、送迎が大変っていうこともあるんですけど、今こちらですね平和ツアーは、うちもそうなんですけど、小学生とか子どもたちがいる家庭さんですね、非常に興味持っていただいて、やっぱり子どもたちに外国の方々と触れ合って、そしていろんな英語とかですね、いろんな言葉で、交流してほしいっていうのでですね、募集20家族、謝礼は1人当たり1泊2000円とか4泊で8000円、そうですね、食事代の補助ということでですね、ぜひですね応募してもらったらと思います。応募の方は、この QR コードからでも行けますし、廿日市国際交流協会に訪ねていただけたらと思います。ということですね、もう一つですねお知らせがありました。こちらですね、宮島ガイド講座第4回ということで、こちらもですね、非常に人気の講座でですね、5月30日土曜日10時から12時、宮島でですね、通訳のガイドの勉強会をいたします。宮島をねあちこちら訪ねながら、田村さんというですね、講師の先生ですね、宮島ガイドのプロフェッショナルにつきながらガイドの方法を学ぶというですね、これも非常にね20人先着順でいつもこちらですね、締め切りになるんですけれど、こちらの方もぜひですね、ご問い合わせください。とっても人気があるんですよね、谷本先生のですね。ということで、さっきですね平和についてツアーとかありましたけど、尾本さんもこれから平和に関わるんですね。そうですね、キャリアを平和にいわゆるその職業的にですね平和に関係した仕事ができるというのが、これが広島ならではのですね理想だと思うんですよね。結構広島にたくさん留学生が来られてて、東京の就職もいいんですけど、ぜひ広島でキャリアを平和をビジネスにできるような環境ができたらいいですね。ですよね。長年やっぱりキャリアコンサルタントに関わってきて、広島でですね、そういう思いがあるということで、広島ではね一律大とかですね、平和研究所とかですね、平和について学んでるね留学生もたくさんいますから、そうなんです。それを職業にできたらいい。そうですね。仕事としてですね、そうですね、ミャンマーのチー君っていう友達がいるんですけれど、彼もね平和研究所でですね学んでですね、やっぱりそれ例えばですね国連機関とかですね、広島にもありますので、そういうところでですね活躍して広島に残って、そうですね、この平和っていうのですね、そして広島で研究して、さらに自分の国に帰ってですね、そちらをですね広めていってくれたらとはですね思いますね。ということでですね、また後半にですね尾本さんからはさまざまな活動のキャリアコンサルタントされてきた活動のお話を聞きたいと思っております。よろしくお願いします。ということでですね、私の担当している時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けしました内容を含め、毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市は、ここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてありますので、どうぞ手に取ってご覧ください。
最後にお伝えしました内容の申し込みやお問い合わせ先をご案内いたします。廿日市市国際交流協会電話082920-0116、火曜日から土曜日9時から17時となっております。どうぞお問い合わせ、皆様のイベント参加をお待ちしております。はい。